こんにちは、市川ファームです。今回は森村万年草の育て方をやっていこうと思います。一般的な育て方と増やし方、夏越し、肥料、紅葉のさせ方と、あともりもりに しながら秋を越して寒い冬に突入した時に綺麗に紅葉、もりもりの状態で紅葉をさせるっていうやり方を紹介していこうと思います。この苗は何回かカットをして芽をたくさん出させた状態の苗ですね。先端をカットすれば何個かに分かれて新芽が出てくるので、カットを繰り返せば繰り返すほど芽の多いもりっとした株が作りやすい品種です。とても暑さにも寒さにも強いので、もりっとした株は作りやすい品種です。で、この時期春に花が咲きやすい品種で、この今触っているところが花になるんですけど、今まだ芽の状態で、これセダムは結構花が咲こうとしてる品種はこうやって引っ張ると簡単に根元から取れちゃうので、花を取ってあげると花の方に使おうとしてた力を他の芽に分散させることができるので、花芽は取ってあげた方が株のためにはなります。で、これはこうやってカットするとまた新しい芽がたくさん出るし、あと鉢が小さいので小さい鉢のまま上の葉っぱをたくさん増やしちゃうっていうのは水をたくさん必要とするので、水切れを起こしやすいんですよね。水切れを起こしちゃうと下の方の葉っぱが落ちて新しい芽が下から出にくくなっちゃうので、あんまりその大株にしすぎずに鉢に合った大きさをカットし続けてキープするっていうのがいい状態を保ちやすいです。で、これはポットに土入れてそこに挿し木をして増やすっていうやり方ですね。森村万年草はすごく発根もしやすいので、これくらいの大きさのやつならポットにズブズブさせばどんどん芽も出てすごく増やしやすいです。あと肥料なんですけど、この品種は窒素をしっかり効かせてあげた方が一つ一つの葉っぱが大きいのをキープしやすいので、IB とかその辺の肥料を使いたいんですけど、挿し木した瞬間に IB 化成を置いてしまうと窒素が効きすぎて根が最初出にくいっていうことがあるので、この挿した瞬間は肥料なしにしといて、しばらくして根が出てきたなと思ってから IB 化成を1個とか2個とか置いてあげるといい勢いで育ってくれると思います。で、これはまたちょっと花を取って、これ花芽がついてるともうこの株は花を咲かそうっていうことにばっかり集中してるので、根はあんまり出してくれないんですよね。なんでこれをこのままポットに挿してもなかなか根が出なくてダメになる可能性が高いので、これは使わない方が賢明です。なるべく増やしたいなら花が咲く前にカットしてあげることが大事です。これ左の方が花芽がない状態で、右が
これも花を咲かせようとしている状態です。こう触った感じも花を咲かせようとしている株の方がちょっと硬くて、手に持つと案外分かりやすいです。見た目だとちょっと初心者の方は分かりづらいかもしれないですけど、頑張って花を見分けて使わないようにしてください。これはもうちょっとで咲くっていう状態ですね。見てみたい人は黄色い花が咲くので咲かせてあげてみてください。これは一回り大きい鉢に植え替えるっていうやつですね。森村万年草は、水切れにも強いには強いんですけど、水も肥料もどんどんあげたらあげただけ育ってくれるので、水持ちのいい土に強めの肥料 IB 化成チストリン酸カリがしっかり入ってるやつを多めに置いて育ててます。うちで増やしたいときは、でこれ今回こうやって一回り大きい鉢に植えて、で一回、肥料を IB 化成を置いて一回吹かせて、吹かせるっていうのは育てるっていうか、こう枝がバーッと伸びるっていう感じのことを言うんですけど、ある程度伸びたやつをもう一回カットするとさらにまた出てくる芽が増えるので、それをもう一回カットして、カットするとまたさらに新しい芽が出てきて、その頃にはもう根もしっかり土の中で張ってるので、そしたらまた一回り大きい鉢に植え替えてあげれるので、それを何回か繰り返すと結構な大株になります。森村万年草はそれくらいなことをしても強いので、こう調子を崩したりっていうのはあんまり伸ばしすぎなければできるので、ぜひやってみてください。あと森村万年草こんな感じに先端は青く残ったりするんですけど、かなりいい感じに紅葉するので、ぜひやってもらいたいんですけど、この品種だと11月くらいに、気温がだいぶ下がってきた頃から紅葉はさせれるんですけど、肥料の窒素分が残ってると寒さに当たってもなかなか紅葉が始まらないので、そうですね、9月くらいになったらもう追肥っていうのはやめたり、 IB 化成を置いてた場合だと10月の終わりくらいにその IB 化成をこう外してあげる、取り除いてあげるともう窒素が効かなくなるので、そんな感じで調整してあげると紅葉はさせやすいです。完全に全部抜いちゃう、肥料を抜いちゃうと葉っぱが落ち始めちゃうので、ある程度は効かせてあげながら調整してみてください。窒素がたくさん残った状態でも寒さに当たるとある程度は紅葉もするんですけど、その紅葉の仕方がちょっと黒っぽく窒素が効いたままだと黒かったり、赤が濃いというか、窒素が切れてる方が鮮やかな赤になるので、この辺は経験も必要なんですけど、ちょっとやってみてください。あともう一つ紅葉の条件があって、根が鉢の中でぐるぐる回って新しい養分を吸い取れない状態になっていると紅葉がしやすいので、植え替えも9月の9月くらいまでに終わらせてあげるっていうのが紅葉はさせやすくなります。ということで、森村万年草は、育てやすくて増やしやすくて紅葉も綺麗なので、ぜひ楽しんで育ててみてください。ご視聴ありがとうございました。